こんにちは、文芸評論家のみっかふです。ちょっとですね、皆さんびっくりしますよ。なんと沖縄に今います。はい、上が見えるかな。なんとですね、今日は純駆動書店の奈良店にやってきました。沖縄でちょっと仕事があったんですよ。純駆動の那覇店がすごい品揃えがめっちゃ沖縄的でいいので一回行ってみてほしいっていろんな人から言われてて、なのでちょっとかなり気になりながら入ってみたいと思います。今回もですね、自撮りロケですので、不審な目で人様に見られながらやろうと思います。もちろん許可は取ってますよ。取ってるんですけどね。恥ずかしいんだよな、普通に。ここね、純駆動書店で、1、2、3階が純駆動なのかな。おお、広いっすね。1階が、これはね、雑誌とか、実用書とかある系だな。ねえ、いいもの見つけた。いい場所に並ぶオリオン T シャツ。ピンクかわいい。ピンク欲しいですね。しかもなんか意外と安かった。こういうお土産物屋さんの T シャツって割と高いイメージあったんですけど、私、ポッドキャストで本堂っていう、粉本堂ですかっていうポッドキャストやってるんですけど、その中でそういやその相方のさ、谷頭和樹さんという方、ライターの方と一緒にやってるんですけど、それでこのT シャツ着てたわ。なんかでも谷頭さんとお揃いなの、それはそれでちょっと恥ずかしいな。ポッドキャスト一緒にやっててお揃いのもの買ってるってなんかちょっと恥ずかしくないですか。仲良すぎて。おっと思った脈々いるぞ。脈々。今これ現在撮ってるの8月の終わりで。万博ってマジもうすぐ終わるよね。これ脈々今のうちに売らないとまずいんじゃないか。くまモンともコラボしている。ちなみに私は万博に行っていません。関西に住んでるからマジいつでも行けると思ったらなんか逆に行かなくなっちゃった。行けるかなあと1ヶ月。オリオンビールいっぱいある。この紺のやつ可愛いんだけど。やばい、本よりも今 T シャツ見てるわ。と思ったらスパムの T シャツも見つけた。かわいい。こういう結構雑貨系も純駆動さんにはたくさんあります。1階の入ったところに結構しっかりとベストセラーが置いてる系のところがあるので、ちょっとそこ見てみましょうか。ババヤカの夜。おめでとうございます。ダガー賞。ちゃんと国宝もあるよ。国宝もあるし。好きよ言語化がめっちゃいいところに置いてくれてる。池上さんの横に。ありがとうございます。プレミアムカバー版だ。嬉しい。結構新種しっかりあるわ。ベストセラーの棚に。すごい。ニノの横にも置いてくれている。沖縄本が結構ランキングやっぱ入ってますね。すごいなぁ。教養主義の没落も入っている。上にも行ってみようと思います。でもなんかこう旅先の書店さんってワクワクしますよね。なんかしかもここ純駆動さ何階もあるから嬉しい。なんかちょっと1階で広いさ書店もやっぱり嬉しいんですけど、なんかこういうその何回分かあるタイプの書店を旅先で見つけた時の嬉しさやばい。なんかニヤニヤしてきちゃった。嬉しすぎて。何回かあると嬉しくないですか。これ本好きだけ社会時事が結構がっつりいいラインナップだな。西田先生とか地政学対馬の海に沈む、これ面白いんですよ。すごくオードリー・タンがいたりだとか頭のいい人があって、これビジネス書ですね。なんかビジネス書と人文がこう混ざり合ってる感じがいいな。森岡三本が並んでるのはあれじゃない、なんか森岡さんが作ったやつが最近沖縄に来たからじゃない、そうじゃないかな。この辺のビジネス書、あとは文庫があっちにある。結構さ、こういうのってほんと下調べしてからちゃんとなんか回れよって感じかもしれないんですけど、でも下調べしたら初めて見るワクワクが減りそうだなと思って、結構私はほんとぶっつけ本番でこういうのを回っています。それがいいのかどうかはわからない。すごい100冊と同じ靴位置がめちゃめちゃずらっと並んでいる。当店のベスト5。心1位なんや。中華、成瀬。そして、中原中也の詩集がまさかの4位に。そうなんや。なんだろう。なんかみんな今は中也読みたいのかな。てか100冊ってこれ皆さんどれぐらい読んだことありますか？意外と私ね、読んだことあるな。確かにこれしかない100冊っていう感じが今見るとしますね。この世にたやすい仕事はないとか今入ってるんだ。プレミアムカバー毎年のことながら可愛い。素敵。ロリータとか今あるんだ。
なんかロリータって結構さ、こういう可愛いカバーに騙される本第一位って感じなので、私的にはちょっとこういう場で出会ってくれると嬉しいですね。こっちが夏一か。お、夏一もすごいベスト5あるけど、お、ミーツ・ザ・ワールド2位じゃん。これ映画化するんですよね、今度ね。小川さん。すごい、なんかやっぱこういうの見るとニコニコしちゃうな。お、で、こっちには角川もあるぞ。角川はね、いつもね、このね、名作系のね、プレミアムカバーが可愛いんですよね。岩波もあるわ。え、岩波のブックカバー可愛いんですけど、赤。いいな、欲しい。あ、石垣凛の、あ、でも刺繍がこれ持ってるな。なんか意外とさ、こういう岩波のフェアってあんまり見ないかも。なんかじっくり見ることあんまりないかも。多分どこの書店にもあるっちゃあるのかもしれないけど、私は意外とあんま見ないわ。っていうか文庫が広い。すごいな、やっぱ広いですね。すごい広い。はっと思ったらすごいフェア展開してくれている。なんてありがたいんだ。話題書のところに。あ、これは新書コーナーですね。すごい、これ、待ってください。私が来るからかな。めちゃめちゃ並べてくださって。沖縄の皆さんに、ちょっと、売れてるのか不安になってきたけど。若者のための新書フェアなんてのがある。おー、入れてくれてる、なぜはた。なるほどねっていうラインナップです。てか、新書コーナーも広いよ、これ。すごいな。ちょっとじっくり見たいけど、どっから見ようかな。これ見てください。ここの中高新書がこんなにずっとある。新潮選書のフェアもあるわ。新潮選書ってあんまりフェアされることないから、びっくりしますね。今読んでる本もちらほらと。なんか中古新書の棚って全て手に取りたくなります。あ、すごいこう結構沖縄系の新書が並んでますね、やっぱり。中古新書は最近こういう政治系のなんか本もすごい分厚いイメージだな。この辺はすごい、わあ、沖縄系の新書ですね。日本一ややこしい京都人と沖縄人の春のうち、こんな本出てたんや。はい。あ、戦火のレシピ。これはね、名作ですよ、皆さん。結構ご当地食が見えて、やっぱり、なんだろうな、やっぱり純駆堂ってこう、なんか全国にあるからこそ意外とその土地ならではの、こう、本が置いてある感じがあって、すごいなんか、買いたくなりますね。すごい、めちゃめちゃ岩波新書もあるわ。こんなに、岩波新書がずらっと並んでいることが。いや、確かにこれはみんなここ来てっていうの分かるわ。品揃えがすごい。ちょっとみんな沖縄にさ、こう観光に来てさ、純駆堂行くことないかもしれないけど、来た方がいいよ。ここすごい品揃えですわ。はあ。っていうかすごい。フェアとかもしっかり置いてある。あ、この辺りの岩波ジュニア新書もちゃんとありますね。藤先生の顔カバー。なんか自分で撮るシリーズやってて思うけど、自分で撮るシリーズやっぱなんか自分で撮ってるからちょっとうっかり見るのを忘れたりするんですよ。買うのを忘れてたりするんですよね。これね、ちょっと読みたかったんだろうな。日本思想史と現在。なんか思想史の本で面白そうだったので、ちょっと買ってみよう。すんごい品揃えがいい。これはね、千曲選書のね、棚なんですけど。うわ、信教の自由の思想史とか面白そう。ちょっと今推しの本書いてて、宗教史とか興味あるんですよね。ちょっと買ってみるか。買ってみるかと思いながら私も積んどくにしちゃうこともあるので、なんかこうこのトピックは勉強したかったんだよなっていうものと積んどくにしちゃうもの、どちらもありますね。みゆきさん積んどくどうしてるんですかみたいな質問いただくのですが、どうもしてません。積んでいます。あと意外と本当にいつか読んだりするからさ、なんか難しいんですよね。積んどくが
お金の無駄かというと私は全然そうじゃないと思っていて、本当にそういやこのトピックこの本買ってたわみたいなことってやっぱり結構あるので、そういう意味であれかもですね、本棚を整理しとくのは大事だなって自分では思ったりするな。やっぱり本棚に何の本があるかを、結構理解しておくと、あれ買ってたわっていうのがハッてなる瞬間がある気がする。でもそんなこと言いながら私もこの YouTube で2回同じ本買ってるところを見せているので、そういうこともあるんですよね、マジで。なんかね、紙の本2回買うこともあるし、電子書籍で買ってたやつを紙で買い直すとかもあるわ。なんかあるんですよね。いっぱい岩波新書がある。あたりも見つつ、他の棚にも行きますか。すごい。文芸誌の棚がでかいよ。結構、あれな本、マイナーな本から、マイナーな雑誌から、芥川賞候補とかもね、ちゃんと置いてくれていますね。これは文芸の話題書ですね。話題書もあり。新聞の話題書もある。新聞の棚行きたいな。どこにあるんだろう。なんか知らない街を行く時のこのマジで何も分からず見る感。ここっぽいな。現代の日本思想。すごい批評系の本もそれ。今批評が存在できるのかじゃん。待って。この本私もね、寄稿してるんですけど、すごい。これこんなところに並んでるんや。ちゃんとラーメンとメイスの横にある。すごい。っていうかこの辺はすごいよ。作家ごとになっているな。でも思想とかは結構がっつりありますね。思想強いのかな。この辺の文庫の話題書にはガガンと国宝が。国宝さ、上下なんだけど分かりづらいよね、上下のことがね。よく見たら上と下っていうね。話題書で、団地の本だ。これ気になってたんですよね、団地の本ね。これもすごい。カスビジネスの本もなんか気になってた。ちょっと買ってみよう。これもなんかネットで話題になってて気になってました。月間売上ランキングがある。すごい。プロジェクトヘイルメアリー1位なんや。ネットフリックス効果ですか。でも最近すごい人気だよね。この辺は世界史とかのピエンス全史とかの横に松沢先生の本がある。批評性を感じる棚だな。っていうかさっきから本当にこの棚ごとのなんていうんですか、分類が細かい。すごくない？ここ上司管理者とはリーダーシップが分かれてるんですよ。なんて丁寧な棚なんだ。独立開業。面白そうな棚がある。社会。労働経済学だ。私結構この辺の棚好きなんですよね。なんか割と本書くのに使えることが多くて。アテンションエコノミーのジレンマ。へえ、知らない本だ。いろんな対話、対論、要は議論が載ってるって。木澤さんとか書いてるじゃん。面白そう。ちょっと買ってみよう。嬉しい。これ純駆動さんがそうなんだろうけど、ここの棚はなんか、すごいな。社会の中でもビジネス仕事術、読書術とかさ、古典に学ぶビジネスっていう棚があるよ。すごっ。なんかすごい細かい気がする。ほら、時間術とかさ、仕事術とかいろんな棚がある。楽しい。いや、しかし広いっすね。これすごいなぁ。じゃあちょっと3階にも行ってみようと思います。てかね、さっきから見てるとね、すごいその書店の中で結構座って読んでる方が多くて、なんかすごいそれがいいなって思って。結構今まで見た書店の中でもかなり随一座ってたくさん読んでる方が多いかも。なんだろう、なんかやっぱり書店でゆっくりする文化があるのかな。今日平日なんですけどね、普通に。学生さんとかまでは夏休みだよな。と思ったら3階は結構児童書とか、あとコミックもいっぱいありますね。こちらは結構芸術系の話題書の棚があったりとか、
ピタゴラスイッチ展って今なんかやってますよね。佐藤正彦さんのやつ。見に行きたいけどな、なんか行きたいな。オアシスの本。っていうか待って。すっごいコミックの棚広い。ここから先全部コミックじゃない？ほら、全部こっから先コミックだよ。すごくない？コミックめっちゃあるわ。はい。というわけで1階にまたやってきました。いや、てかね、1階のね、これね、情報雑誌の棚がもう沖縄とかすごい、花子の沖縄特集とかある。っていうかすごいもうここでしかない沖縄情報本がいっぱいあって、すごい、こういうの全部読みたくなる。花子大好き。花子の沖縄特集がある。いやーん。ディスカバージャパンもある。こういうのちょっとね、見たくなりますよね。っていうか、普通に花子のムーミン号も買いたいな。ムーミンかわいいな、ムーミン号。雑誌も雑誌で無限に見ちゃうよな。万博コーナーがある。と思いきやすごい。NHK テキストの充実っぷりがすごい。1階のさ、レジ前にこの NHK テキストがこんなにあるってすごくないですか？やっぱ勉強熱心だな、沖縄の人は。関係ない。すごい。べらぼうもありますよ、べらぼうも。100分で名著のさ、この本のシリーズめっちゃいいですよね。私も結構持ってるんですけど、すごい勉強になることが多くて。と思いきや、そしてちゃんとこの辺の料理棚もすごい綺麗にあります。はい、というわけで、そんな感じかな。いやー、すごい広かった。ちょっと沖縄ではですね、もう一個、書店さん行こうと思いますので、またそちらも更新しようと思いますので、見てください。いや、でも純駆動書店はちょっとやっぱりなんかどこの土地行っても楽しい。まだまだいられるわ。というわけでお会計してきます。皆さん、私はレジをした後に気づいたんですけど、なんとですね、沖縄本のところがありました。いや、これトラップじゃない？来る人のために言うけどね、このね、レジがね、あるじゃない。そこのね、柱を越えたこっちに沖縄本のコーナーがあるのよ。みんな来る人は気をつけてください。沖縄本のデカデカとしたコーナーがある。っていうかすごい、かなりの品揃え。カフェもあります。新書もたくさん。沖縄から人文学を発信する。これすごい面白かったです。そうか、沖縄書店大賞も受賞してるんだ。そう、すごい面白かったので皆さんに読んでほしいです。沖縄現代史って気になるな。面白そうだな。ちょっとこれ買ってみようかな。せっかくなので。すごい。建築知識の沖縄号とか楽しそう。てか表紙めっちゃ可愛い。こっちはフェアもやってらっしゃいますよ。歴史から時事問題に至るまで。すごい品揃えだ。圧倒されますね、なんか。で、すごい沖縄の文学だけで一個ある。テンペスト懐かしい。テンペスト面白かったな。救急の、そっか、文学って沖縄か。読んだことないんですよね。ちょっと一巻買おう。なんと言ってもあれだけど、この品揃えが、社会学の沖縄系の本もそうですよね。岸先生とかやっぱり上山先生とかね。北海道とかでも行ったけど、ここまでこうやっぱり品揃えがギュッとなってるとこってあんまりないなと思う。っていうかすごい。古書まであるわ。すごっ。古書。すごい。水族館コーナーの力の入れっぷりがすごい。民族とか写真集もある。なんかこういうの見るとやっぱ書店の意味ってなんかこういう本棚があることが一つあるよなって思いますよね。なんて言うんですか、やっぱりこうご当地の棚っていうのって当たり前ですけどネット書店だとできないというか、なんかここにある意味っていう感じがしてグッときちゃいますね。いや、私なんか地元だったら嬉しいよな、こういう書店あるの。ちょっと私も山崎豊子と
新書をまた買ってこようと思います。はい。というわけで、純駆堂に行ってまいりました。いや、沖縄の純駆堂の沖縄コーナー圧倒されましたね。でも本当になんか結構、あの後、結構那覇の書店員さんとかとちょっとご飯食べに行かせていただいて、いろいろ聞いたんですけど、那覇というかもう沖縄ってその出版社を地域で作る文化が昔からすごかったらしくて、昔は本当なんか40、50あったみたいな話をお聞きしたんですけど、今もでも2、30は個人というか、沖縄でされてる出版社っていうのがあるらしくて、私も全然その辺の事情知らずに行ったので、結構本当に教えていただきました。多分皆さんもぜひ、詳しくは調べていただいたらと思うんですけど、なので結構その、沖縄について、本を作って、で、沖縄で作って沖縄で売るっていう文化が、地産地消って言ったらちょっと言い方変ですけど、でも本当にその地元で作って地元で売るっていう、なんていうのかな、エコノミーというか、システムが出来上がっているっていうのは、なんかすごい、本ってそういう規模もいいはずだよなと思って、なんかすごいなと思いました。ついね、ちょっとやっぱ東京にある出版社が全国に流通させてみたいな、いわゆる近代的な出版システムみたいなのを普通にして私とかも本書いちゃうんですけど、なんかやっぱでも、とはいえ本って、なんていうのかな、なんか残るっていうのが私本のいいところの、そのいい特徴の一つだなと思っていて、そういう意味だとなんか地域のことをやっぱ書いて、残して、で、それをちゃんと欲しい人が手に入れてみたいな、手に入れられてっていう、システムが出来上がっているのは本当にすごいことだなって結構感銘を受けました。全然行かないとやっぱ知らなかったので、すごい行けてよかったなって思いますね、本当に。あとね、確か沖縄にね、ちょっと仕事で行ったんですよ。で、でも私はソーキそばが好きなので、ソーキそば行ったらまず食べたいなと思って、お昼にソーキそばを食べに行ったんですよ。そしたらね、食券買うじゃないですか。食券のところに、甲子園で優勝したので、半額ですみたいなのが載ってて、半額じゃないか。なんだっけ、なんか、賞の値段で並盛り食べられますみたいな。なんかそういう割引しますみたいな。甲子園効果がまあすごくて。で、甲子園が盛り上がったから、今年は、沖縄でね。なので、当日、決勝戦の日は、純駆堂にテレビを置いて、みんなで、生放送を見るっていう状況になってたらしくて、純駆堂にテレビを置いて甲子園見る純駆堂も那覇店以外になかなかないのではと思ってちょっとグッと来てしまいました。なんかその辺も含めてすごいやっぱ地域の人に愛されてる書店っていうのもやっぱりどこの地域にもありますけど、そういう書店素敵だなと思ったりとか、いろいろ本当に楽しかったです。ありがとうございました。で、買った本まで言うと、山崎豊子さんの運命の人、何気に読んだことなかったのでちょっと読みます。結構これ読めるの楽しみだな。嬉しい。掘り出し物だ。あと、テンペストとかね、あったのも嬉しかった。私、テンペスト結構かなり好きなんですよね。沖縄本で言うと沖縄現代史。こちらもちょっといろいろ勉強したいなと、本当行ってすごく思ったので、ちょっと勉強したいなと思ってるけど、何から勉強していいのかって思う分野って、本当新書っていいですよね。なんか一冊、中高新書とか出してくれてると安心感がすごい。あと、世界は団地でできている。これ結構飛行機の中で読んだんですけど、もうすごいやっぱ面白くて、団地作品年表とかあったりするの。すごくない？団地作品って初めて聞いたと思って。なんか、でも、この団地作品曰く、やっぱウルトラマンは団地だなとか、エスパーマミもこの辺は団地だなとか、あと最近だと中学生丸山とかあったなみたいなのが結構団地ドラマ、団地映画、団地作品っていうのがあるんだなっていうのが分かってすごい楽しかったりとかしました。結構書いてる方々もすごい私的に馴染み深い、なんか本好きにはあーっていうメンバーな気がするので、その辺も含めて皆さんも団地読んでみてください。あと、集英写真書がもう一つ買ったんだって、仮想ビジネス。これもちょっとね、ネットで評判読んで気になってた本だったので、サクッと読めそうなので楽しみです。あとは、あれだ、勉強シリーズ。ちょっと思想史新教史、なんか思想史宗教史勉強したいブームなので、ちょっとこの辺は読めるの楽しみです。あと、これもね、面白そうなので嬉しい書いて、アクテンションエコノミーのジレンマです。なんかちょっといろいろ自分の書くものにも使えそうだなと思ったので、
買ってみました。というわけで、すごい、なんていうんですかね、こう、書店さんも楽しかったし、やっぱなんかこう、那覇の書店さん員さんとかとも喋れたのも楽しかったので、また行きます、ゆっくり。いやー、新刊のイベントとかで行きたいなー。ちょっとなんかね、なんか暇を見つけてどっかで行こうと思いますので、那覇のお土産はこれがおすすめだよとか、皆さん、沖縄来た際はここ来てくださいねとか、もし沖縄の皆さんじゃなくても、なんか行った方とか、何か沖縄情報でおすすめあったらぜひ教えてください。ちなみに私は沖縄のお土産で言うと、三品茶が大好きです。三品茶好きなんですよね。結構ジャスミン茶みたいなやつ。今回もソーキそばと一緒に飲んだし、お土産にも買って帰りました。というわけでまた、ここの書店にも来てくださいとか、このなんか、地域の書店いいですよとかの書店情報もお待ちしております。三宅で外行くでいろいろ行っていきたいなと今後もね、思いますので。では、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ぜひ。ではではでは。